MS09F TROP ドムトローペンユニコーンバージョン。ドムフィンフをベースに熱帯地方、特に砂漠地帯の環境への最適化を目的に再設計された機体。機体名称のトローペンとはドイツ語で熱帯を意味し、英語のトロピカルにあたる。ドムトロピカルテストタイプの実戦投入で得られたデータをもとに、空力形状やメンテナンス性、発展性などに配慮した構造を持ち、特に微細な砂塵の対策として脚部熱核ジェットホバーのインテークフィルターを改良したユニットが設計段階から採用されており、脚部の構造は当初から砂漠に対応した表面効果が高い形状を持っている。機動戦士ガンダムユニコーンではトリントン基地攻撃部隊の一機としてリザートダック、ドワッチとともに連携攻撃を行った。というわけで皆さんどうもお疲れ様です。プラシキです。本日は機動戦士ガンダムユニコーンに登場したドムトローペンユニコーンバージョンを作っていきたいと思います。2017年4月発売でプレミアムバンダイ限定、販売価格は1870円となっています。ドムトローペン自体は機動戦士ガンダム WO83 スターダストメモリーに初登場しているんですが、こちらはそちらのユニコーンバージョンということで、どのような感じになっているんでしょうか。楽しみに組み立てていきたいと思います。それでは早速内部チェックに行きましょう。まず内袋が1つ、2つ、3つ。ランナーはこのような感じとなっています。3袋しか入っていないので、ランナー数自体は少なくなっているんじゃないでしょうか。このような感じのランナー数となっていました。今回のドムトローペンユニコーンバージョンなんですが、2002年発売のドムトローペンのサンドブラウンがベースとなっているようです。基本的にランナーは共通のランナーとなっていますね。このような感じでサンドブラウンのランナーも中には入っているような感じですね。ドムトローペンとサンドブラウンのランナーが入り混じってるような感じのランナー構成となっていました。こちらなんかもサンドブラウンのランナーですね。そしてこちらがウェポン関係のランナーとなっています。そしてこちらのハンドパーツのみがユニコーンバージョンの新規ランナーとなっています。そしてポリキャップはこちら PC123 プラス、そしてホイールシールと、説明書はドムトローペンサンドブラウンのやつですね。このような感じの内容となっています。全くそのまま同じ説明書が中に入っていました。工程数非常に少ない感じの印象を受けましたね。このような感じの少し古い説明書となっています。そしてこちらがプレ版のおなじみの白黒説明書。リデコキットみたいな感じになるので、説明書の作りが途中が違うような感じになっているのはいつものパターンですね。このような感じで工程が間が少し変わっているという感じになっていました。さあ、それでは組み立てたものを見ていきたいと思います。まずこちら胴体部のパーツとなっています。非常にシンプルな作りですね。合わせ目は肩からこの首の位置にかけて、脇の下部分も出るような感じですね。非常にシンプルな作りの胴体となっていました。そしてこちらランドセル部分をはめ込めば胴体部の完成。こちらのバックパック、ランドセル部分も非常にシンプルな作りとなっています。ヒートサーベルの接続、差し込み口もありますね。続いて頭部パーツ、物合い部分は全てこのようにシールで補うような形となっているので稼働はしないようになっていました。非常にこの頭部一体成形パーツが使われているので合わせ目は出ないような形となっていました。非常にシンプルな HG のドムらしい頭部となっていますね。続いてワンパーツ見ていきたいと思います。このような感じで2002年発売のキットになっているので、非常に作りとしては少し古さを感じるような作りのワン部となっていますね。ポリキャップでの軸での接続となっていました。そしてこのような感じで肩アーマーははめ合わせ構造のため、このように裏面から見るとものすごく目立っちゃいますね。合わせ目もしっかりと出てしまうといった感じになっていました。マニピュレーターは平手のマニピュレーターが付属。そしてこちらの握り手バージョンなんですが、人差し指が稼働するような作りとなっていました。この部分いいですよね。そしてこちらが新傷造形のグレネードを持った状態。こちらも一体となっているので動かないんですが、しっかりと作り込まれている感じがしました。そしてこちらもボールジョイントでポリキャップ接続となっています。このような感じのワン部ですね。合わせ目はこんな感じで左右出てしまうといった感じでしょうか。
続いて脚部パーツ見ていきたいと思います。このような感じの足部分となっていますね。裏面なんかも肉抜きはありませんでした。結構ドムらしい感じの脚部、足部分となっています。このような感じの作りですね。裏面は思いっきり合わせ目が出てしまいます。表面はそこまで出ないですね。裏面も結構スカスカな印象を受けましたね。このような感じの脚部、そして太もも部分を取り付けると、このような感じ。膝の可動域は少なそうですね。そういう感じの可動域となっています。そしてボールジョイントで足部分を取り付けすれば脚部の完成。結構どっしりとしたこちらもまたドムらしい脚部となっていました。続いて腰部パーツ、こちらも結構シンプルな作りの腰部となっていますね。このような感じ。フロントのスカートは少し稼働するようになっていました。サイドもこのような感じで上に上げることが可能となっています。リアスカートは動かないですね。そしてこちらのブースターバーには動きますね。で裏面にはこのように裏打ちなんかはないような作りとなっていました。それでは武装類見ていきたいと思います。こちらドムトローペン結構武装類が豊富についてて、まずシュツルムファーストから見ていきたいと思います。こちらがまず4本付属をしていて、腰部のリアスカートに取り付けをできるそのパーツがこちらになるんですが、少し外れやすいかなといった印象でした。こちらが4つ形が違うものがついています。このような感じ、形状が少し変わってますね。そしてこちらがラケーテンバズと言われるものですね。このような合わせ目はがっつりモナカ構造のため出てしまうんですが、結構 HG にしては作りが私は非常に好きな武装となっていました。このマガジン部分なんかは取り外しができるようになっていますね。結構ドムらしい武器じゃないでしょうか。そしてこちらがヒートサーベル。発光はないですね。もう単色となっています。そしてこちらが 90mm マシンガン。こちらもモナカ構造のため合わせ目がっつり出ます。そしてこちらもマガジン部分取り外しが可能となっていました。そしてこちらがラケーテンバズ用のスペアマガジンとなっています。裏面はもうがっつり肉抜きがあるような感じになっていますね。フロントスカートなどに取り付けができるようになっていました。そしてこちらが 90mm マシンガン用のスペアマガジンですね。こちらもフロントのスカートに取り付け可能となっています。さあ、それでは全てパーツ組み立て終わりましたので、取り付け、可動域などを見ていきたいと思います。まずは脚部と腰部の取り付けから始めたいと思います。このような感じでポリキャップとボールジョイントでの接続となっていました。結構しっかりくっつきますね。下半身、このようなどっしりとしたドムらしい下半身となっていますね。こんな感じのいいですね。この迫力のある感じ。そして可動域ですが、このように両側上げる動作はそこまで可動域ありませんね。前後に関してもやはりこのような感じであまり可動域は設けられていませんでした。膝に関してもこのくらいまでしか曲がらないような感じとなっていますね。可動域狭いと思います。そして足首はこのような感じで左右に動きます。前後に関してもこの位置ぐらいまでは稼働するといった感じでしょうか。そして続いて上半身。まずこの肩穴部分をはめ込んで、腕部、ジョイント、軸でのポリキャップジョイントですね。そして両腕をつけた感じがこのような感じの上半身となっていますね。結構このカラーリングいいですよね。そして水平まではある程度上がります。そしてこの肩穴が別パーツとなっているので少し外れやすかったです。そして前の位置に出す動作はこの位置ぐらいまでは腕を伸ばすことが可能となっていました。この上半身も少し古いキットなので可動域はそこまであるっていう感じではありませんでしたね。肘もこの位置までとなっています。そして頭部はポリキャップでボールジョイントとなっていますね。このような感じの頭部。そして頭部は左右はある程度動くんですが、前後はもうほぼ動かないという感じでしょうか。そして上半身と下半身は軸でのポリキャップジョイントとなっています。このような感じ。少しこうひねる動作はできますね。可動域。この位置はある程度あるような感じ。前後に関してはあまり動かないといった感じでしょうか。
さあ、ドムトローペンユニコーンバージョン完成しました。いいですね。このカラーリングがかっこいいなと思います。さあ、ドムトローペンユニコーンバージョンの素組み完成しました。この素組み状態の出来上がったドムトローペン見て皆さんどういう感じでしょうか。私自身はやはりこのドムらしいどっしりとしたフォルムとこのカラーリングが非常に個人的には好みかなという感じですね。このような感じの上半身と下半身のバランスも結構いいかなとは思うんですが、いかがでしょうか。そしてこの後ろから見た感じもいいですね。少しポージング見ていきたいと思います。このような感じ。こういうバズーカ系のやっぱ武器似合いますよね。そしてこの腕の部分のハンドグレネードもいい感じになっています。こんな感じですね。これやっぱ似合いますよね。こういう肩に担いだ感じ。そしてこちらシスルムファーストを両手に持つことも可能となっています。そして後ろから見るとこのような感じ、結構ごちゃごちゃしてるんですけど、これもまたいいですよね。そして 90mm マシンガンを構えた様子がこのような感じ。そしてヒートサーベルはこのような感じで一応握ることはできますね。背面の方に持たせることは可能となっていました。これはやっぱちょっと塗らないと寂しい感じはしますよね。もう一本物のプラスチックの棒みたいな感じになってます。そしてこの平手がまたポージングするときにいい味出してますよね。このような感じで結構武装類豊富に揃っているのでポージングがいろいろできて楽しいです。さあ、ドムトローペンユニコーンバージョンの素組み見ていただきましたが、皆さんはどのような印象を持たれたでしょうか。結構プロポーションよく仕上がっているんじゃないかなと思います。今回 HGUC144 分の1ドムトローペンユニコーンバージョンを素組みした感想ですが、2002年のキットがベースとなっている割にはプロポーションがよくできているなといった印象でした。作りに関しては昔のキットのため可動域も狭く合わせ目も出る部分が多いです。ただポリキャップ接続ですが重さが各部位でそこまでないため保持力などは問題ないかなという印象でした。ドム系らしいマッシブな感じのスタイルも良く、カラーリングが個人的にはかなり好みなキットになっていました。武器も充実していますし、意外と武器の保持力などもしっかりしていていい感じにポージングなどできました。全体的にまとまっているキットではないでしょうか。それでは今回はこの辺で、初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。